こんにちは、みーちょすです。手帳ノートが大好きでして、普段愛用しているのはこちらのトラベラーズノートを使ってます。そしてこの手帳がついに使い始めて10年を迎えました。中のリフィルは差し替えて使ってるんですが、いつもこの3冊をセットしてます。今回はこのダイアリーリフィルを10年分振り返ってみようと思います。いやー、すごい迫力。複数使ってた年もあるので、ボリュームがすごいです。これを全部見ていきたいんですが、リアルに使ってる手帳なので、ちょっと見てみたら個人名とか電話番号のメモとかがたくさんありまして、この黒いマステでちょっと隠してはみたんですが、あんまりパラパラとは見せられなそうです。なので、どうやって使ってたかっていうのを別の用紙にも再現して書きましたので、こちらも合わせて紹介します。10年分なので動画がめちゃめちゃ長くなりそうな気もしますので、サクサクっといきましょう。それでは行ってみよう。一番最初に使い始めたのが2012年の11月です。ダイアリーは買わずに週刊プラスメモのフリータイプを使ってます。まず1ページ目からこのノートの使い方を考えてるっていう今とほとんど変わらないことをしてます。月間のスケジュールを書くページは毎日、毎月、毎年のそれぞれの目標を記入して、週間のメモページにはお店の情報だったり、ウィッシュリストだったり、タスクだったりと、ありとあらゆることを書いてます。2ヶ月分のみ残して他のページを外したみたいなので、ペラッペラに薄いですね。ボードにリフィルのコピーを挟んだので、こちらを使って再現して説明をします。習慣とメモが半分ずつになってるリフィルで、習慣の半分はイベントとこの日に絶対やるっていうタスク。もう半分はトゥードゥーリストになってまして、四角いチェックボックスと点で重要度を変えてます。メモ部分はお店の情報やメモやウィッシュリスト。あとは1週間でやりたいタスクの一覧を書いて、ここに書いたのを日ごとに割り振ってます。2013年、3冊使いです。月間タイプと週間プラスメモの2種類を使ってます。月間は年間1冊で、週間プラスメモは6ヶ月ずつに分かれてて年間で2冊です。まずは週間プラスメモから見ていきましょう。1月から6月までの上半期の分ですね。表紙は東京駅をイメージしていろいろ貼ってます。2012年の10月に丸の内の駅舎の改装工事が終わったので、それを見に行ったこともあって、駅舎ムードが全開になってます。こちらはキングジムのファイルの使い方を考えるページ。いやー、これは懐かしい。東京駅のエキスコスっていう文房具屋さんで、ちょっと最近は行ってないので今もあるのかわかんないんですが、他の文房具屋さんで見かけないような文具がたくさんあるのでよく行ってました。クラフト紙をメモにして貼ってます。エキスコスで買った英語ノートを切ってトラベラーズノートのサイズにしてたので、切れ端がすごい余ってしまってメモにして再利用してます。連結バンドの使い方が間違ってて、このページにつけてしまってボロボロになってます。はい、全然中身が映せなかったので、再現するとこんな感じになってます。6ミリ幅かな？結構細い幅のマステを3色使ってタスクやイベントを書いてました。色によって何を書いてるかっていうのを分けてます。メモページには購入品や電話の内容、トゥードゥーリスト、タイムスケジュールなど何でも書き込んでます。次は7月から12月。カタログや雑誌の切り抜きを貼ってます。ノートの使い方を考えるページと、こちらにも切り抜きだったり、可愛いと思ったポストカードも貼ってます。この頃はフリクションにハマってました。木目の文具とかもよく探してたので、もしこの頃に木軸タイプのボールペンとかに出会ってたら、今頃めっちゃハマってただろうなとは思います。あと、ノートバイキングには行けなかったんですが、スパイラルリングノートにもハマってました。あとはこの頃 SF 漫画を描いててキャラクターを考えてたので、イラストとかも貼ってますね。ちなみに漫画は完成しませんでした。ボードで解説しますと、コラージュの割合が増えまして、
メモページにこんな感じで色々と貼ってます。週間ページは左が時間帯でスケジュール、イベントなどを書いて、右側はタスクの一覧として使ってます。はい、続いては月間リフィル。表紙に封筒をそのまま貼ってます。予定の管理を週間メモの方でやっているので、こちらは家計簿にして使ってました。下の欄にはメモ用紙を使ってウィッシュリストを書いてます。無印のレテンチェックのスタンプ使ってるのかな。裏表紙の裏にポケットを貼って、持ち歩きたいスケジュール用のシールを細かく切って入れてました。今は使いづらくなるのでやってないです。この頃はまだ厚紙でできたガイドをくり抜いて自分で表紙に貼るっていう仕様だったので、今のようなダイアリーに貼れる丸いシールがついてないです。その代わりにスケジュールシールが1枚ついてました。全然中身が写せなかったので、また解説しますと、家計簿として使ってたので、使った金額を赤ペンでひたすら書いて、下の段がウィッシュリストになってます。2014年です。前年と同じく週間メモと月間の計3冊を使ってます。まずは週間メモの前半なんですが、この年から丸いシールが付属してます。中身はさらにがっつりとコラージュが増えてきました。トラベラーズファクトリーでスタンプをしたりとかもしてます。この頃高級ポップコーンが流行ってまして、ヒルバレーっていうポップコーンにドハマりしました。2013年からトラベラーズファクトリーの横にお店ができまして、もうね、休日は文房具を見た後に大好きなポップコーンを買って食べるっていう最高のルーティンで過ごしてました。JAXA の宇宙博、進撃の巨人展、寄生獣の映画、あとはティム・バートン展。これなんかね、一人で行きましたね。こうやって見ると結構お出かけしてますね。続いて後半の半年間です。もうシールが薄れちゃってます。で、コラージュするのが楽しくなってしまって予定をほとんど書いてません。これ、田中って何？田中ってなんだろう。ちょっと意味がわかんないんですが、謎の田中コラージュ。旅行に行った時にスタンプをしたりとか、一番後ろは貼り切れなかったチケットなどの思い出を入れとく封筒を貼ってます。2冊とも大体使い方が一緒だったのでまとめて説明しますと、コラージュがどんどん予定のところに入ってきてます。予定はざっくりとしか書いてなくて、途中数ヶ月ダイエットをしてまして、その時は毎日体重と運動内容も書いてました。続いては月間リフィルです。前年と同じく家計簿として使ってました。ティム・バートン展がよっぽど楽しかったんだなっていう感じです。がっつり書きすぎてて、また中身が全く見せれないんですが、後ろのページはこんな感じで使ってます。1年の振り返りを書いたり、ガイドを入れるスペースもあります。ちょっと現在の今使ってるノートに通じるところがありますね。家計簿としてこうやって使ってたんですが、支出を全部書くっていうのが大変すぎて、予算を先に組んで封筒にお金を入れて全部仕分けて、もうその封筒の中から使って、その予算以外に使ったものだけ記入っていう風にしてました。下の段の左側がウィッシュリストで欲しいものをイラストで書いて、右側はトータルでいくら使ったかっていうのを書いてます。書くことが少なくなったので、途中からこの月間に予定を書いて、週間メモはコラージュとダイエット記録ノートにするっていう風に変わってきました。2015年は初めての週間バーチカルです。6ヶ月ずつの年間2冊で、この年は月間を買いませんでした。まずは前半の1月から6月までの上半期のノートです。トラベラーズダイナー。6ミリ幅の細いマスキングテープで仕事の時間を書いて、あとはメモやタスクを書いてます。食べたものを記録したり、天気も書いてます。シャーペンを使ってますね。もう後半の方はめんどくさくなって、マステを貼るのをやめてます。ボードで再現するとこんな感じで、上の段にやることを書いておいて、タイムスケジュールに反映させるって感じなんですが、メモとかも多くガンガン書き込んでます。続いて後半の7月から12月です。後から表紙にステッカーを足すこともあるので、ステッカーによってはすごく綺麗に見えます。
最初だけめっちゃ書き込んでます。引き続きシャーペンを使ってまして、登山計画とか、もう数ヶ月間登山のことしか考えてないですね。うわぁ、マルーン5のスペルが間違ってる。この頃に猫谷さんに勧めてもらって、ドハマりして夜行バスで延々リピートして聞いてました。解説すると大体こんな感じで、もうあんまり枠を気にせずに書いてます。前半使ってたマステは一切使ってません。この週刊バチカルなんですが、7時から23時まで書けるようになってるんですけど、土日がまとめられて時間帯を書く場所がなくてちょっと使いづらくて、なので週刊バチカルを使ったのはこの年だけになりました。ちなみに2017年にレイアウトが変わりまして、全部同じ幅で書けるようになったので、この頃よりも使いやすくなってると思います。はい、続いては2016年、月刊リフィル1冊のみを使ってます。ダイアリーリフィルを3種類使ってみて、やっぱりこの月刊が一番しっくりきたようです。この年はトラベラーズノートの10周年でして、3月に限定のミニセットも出てました。表紙裏の封筒には思い出を入れてます。ジブリ美術館のチケットが入ってます。ノートの中身にもジブリのチケットを貼ったり、イラストも描いてます。相当楽しかったみたいです。で、結構落書きが多くなりまして、こんな感じとか、これとか、これはちょっとやばい。後ろのページにはダイアリーリフィルを入れてます。あと、おみくじも入ってます。ででーん、大吉。再現するとこんな感じで、ボールペンでたくさんのイラストが描いてあって、漫画みたいな集中線とか吹き出しも多いです。2017年。この年はダイアリーを買いませんでした。ダイアリーリフィルにミニサイズのリフィルもついてたそうで、もうなんで買わなかったんだって感じなんですが、この頃は iPhone と iPad と iMac を駆使して、すべての予定管理をデジタルにしようと思って、手帳をお休みしてました。ただ、確かMac のカレンダーと Google カレンダーを同期して使っていたところ、同期を失敗して全てのデータが一気になくなるっていうアクシデントがありました。次の年から手帳を復活させます。あと、自由帳っていう何でも書くノートをページを飛ばさずに書くって決めて始めたのもこの辺からですね。2月にミーチョスっていう名前を決めて、12月に初めての動画の投稿をしてます。続いては2018年、月刊リフィルで復活です。この年のテーマはトラベラーズトレイン。表紙の裏にポケットを貼って、またシールを細かく切って持ち歩いてます。使い方はすごくシンプルになりまして、天気と主な予定と一言メモくらいを書いてました。アナログに全て戻したっていうよりかは、デジタルも併用して使っていたので、タスク整理はエバーノートにまとめてました。後ろのページは思い出のページです。この時に撮った写真は自分でレイアウトを考えて作って、フォトブックにして保管してます。あと、2021年に発売した台湾ビールとトラベラーズノートのコラボを、このページ空いてるやって感じで後で貼りました。いつものようにガイドも入れといて、裏表紙の裏に思い出を入れとく封筒を貼ってます。ボードで解説しますと、天気は最後ら辺は書くのを忘れてて、調べてまとめて書いて、どんどんめんどくさくなって、で、最終的にはやめてます。予定がシンプルなのはデジタルと併用してたのと、この頃に SNS でバレットジャーナルっていう存在と出会って、11月から月に1冊、なんとなく見よう見まねでタイムスケジュールを書いてました。はい、続いては2019年。この年のテーマはトラベラーズミュージックです。これは今見ても可愛い。表紙裏に封筒を貼って、その中にガイドが入ってます。中身はこういう感じで、ノートの使い方のメモが至るところに貼ってあります。スケジュールは予定のみを書いて、下の段には目標に対しての進行状況が書いてあります。後ろのページは行きたいところややりたいこと、欲しいものリストが書いてあって、モーニングルーティンとナイトルーティン、あとはやっぱりおみくじを入れてます。
大吉、さらに大大吉。すごい。裏表紙の裏は封筒を貼って、ここにスケジュールシールを入れてました。別のページに年間の目標を3つ立てて、自作していた月間ノートにその目標のための小さな目標を書いて、その進行状況や週ごとの目標を下の段に書いていったって感じです。今のウィークリーログの使い方にすごく近いです。2020年の月間リフィル。この時に初めてセットアップの動画を撮りながら作ったので、動画で見たことあるよっていう方もいるかもしれないんですが、中身はこんな感じです。仕事でビジネスホテルに泊まる頻度が多くて、この後緊急事態宣言も入ってとなかなか大変な時期だったんですが、冬休みに初めてファイナルカットプロで編集したそうです。ブレインダンプで思考整理をして、やりたいことがどうやったらできるかっていうのを考えて、あとはやりたいことや行きたいところ、ウィッシュリスト、ノートの使い方と改善点のページと、あとガイドも入れてます。1年の振り返りもあります。裏表紙の裏にポケットを作って、チケットなどの思い出とスケジュールシールを入れてました。ボードで再現しますと、SNS を出した時にアイコンを書いたり、気になる時事ニュースを書き込んでました。下の段の左側にもニュースを書いて、右側にはその月に公開できた動画のタイトルを書いてます。この年に本格的にがっつりとバレットジャーナルを始めて、毎日のタスク管理は毎月1冊の別のノートにしてまして、今のスタイルが確立されました。続いては去年の2021年、やっと近づいてきました。こちらもセットアップ動画を出したんですが、その時よりもステッカーが増えてます。表紙裏には封筒を貼って思い出を入れてます。好きなイラストレーターさんの真似をしてイラストを描いたり、内容は引き続きニュースばっかり書いてたんですが、途中から気になる文具の発売のことをイラストで書くようになりました。それから重いニュースばっかり書いてしまって、書くのが辛くなってきたので、後半は文房具の情報のみになってます。もうこの辺の使い方は今と全く一緒ですね。年間タスクを書いて、月間に振り分けて、このノートの使い方と改善点、ガイドを入れて、ガイドの下にちょこっと振り返りがあります。いよいよ今年のノートで2022年です。小窓を干支のイラストにしようかなと思って、寅年なので寅を描きました。何週目なのかを書き始めたのと、引き続き気になる文具の発売情報を、あと簡潔に予定を書いて、最近はさらに付箋メモを使って詳細を書いてます。動画の公開日に何番の動画を出したかっていうのも書いて、下の段に番号とリンクするように動画のタイトルを記入してます。あとはボールペンを使わなくなり万年筆で書いてます。あと月間のタスク一覧と年間のタスク一覧。そしてガイドも入れてます。今年のテーマは映画とサウンドトラックです。最後のページには映画を連想させるポップコーンの紙袋を貼りました。まだまだコラージュはしていくと思うんですが、今年のノートはこんな感じで進んでます。はい、以上10年分のダイアリーリフィルを振り返りました。かなり長くなってしまって、ここまで見てくれて本当にありがとうございます。10年はね、長い。トラベラーズノートとの出会いや、その前に使ってたノートについても触れたかったんですが、動画がすごい長さになってしまうので、また別の機会にします。今回はダイアリーの使い方を解説しながら、10年間を振り返ってみましたが、やっぱり常にどうやってノートを使おうかなってことばっかり考えてて、今とやってることが本当に変わりませんでしたね。多分これより前からやってるんだなと思います。ちょっと見せれる部分が少なくて分かりづらい部分もあったと思うんですが、以上が私の10年間のダイアリーの使い方でした。
皆さんがどのダイアリーリフィルでどうやって使ってるかぜひぜひコメントで教えてください。トラベラーズノート以外を使ってるよっていう方もぜひ教えてください。はい、最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。じゃあ以上です。最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。